さてレインボーはついにリッチーとコージーの2人きりになってしまいました。79年4月、レインボーはシンガー不在のままフランスのシャトーペリー・デ・コンフェルドでリハーサルを開始。キーボードには予定通りドン・エイリー、ベーシストにはコージーの旧友クライブ・チェアマンが参加。プロデュースはロジャー・グローバーでした。しかしクライブは2週間で脱退。コージーは俺が一番楽にプレイできたベーシストはクライブだったので彼を入れようと言ったんだが、彼のバックグラウンドはモータウンだからレインボーには合っていなかったんだなと語りました。そしてロジャーがベーシストも兼任することになり、そのままリハーサルは進んだのです。実際ロジャーは次々と冴えたアイデアを提供しました。その結果ロジャーは数年ぶりにバンドのベーシストとしてレインボーに入ることになったのです。僕はレインボーの全てのアルバムに耳を通したけど、その結果オーバーファッション気味だということに気づいたんだ。今ロックンロールに求められているのはエキサイトなんだ。だからもっとリアリティのある歌を作った方がいいんじゃないか。これにはリッチーも同意しました。そしてボーカリストの選定が難題でした。ロニーのイメージがあまりにも強すぎたからです。しかしある時リッチーの頭に69年頃オンリーワンウーマンのヒットを放ったマーブルスというグループのボーカリストのことが浮かびます。あの頃は信じられないほどだった。それを思い出してあのボーカリストはどうしたのかなと思いついに見つけたのさ。その頃やつはオーストラリアでかなりの人気者だったんだ。やつは本当に歌えるんだ。3オクターブも声が出るんだから聞いて驚くなよ。グラハム・ボネットは47年12月23日生まれで、マーブルスを脱退した後はサザンコンフォート等を経てソロに転じ、日本でもスーパーニヒリズムというアルバムがリリースされたことがあります。レインボーのオーディションの話をマネージャーのデイビッド・オディから聞いたグラハムはロジャーから電話もあったので出かけることにしましたが、レインボーのことは全く知らなかったのでアルバムを2枚買ってきて聴き、こういう大げさな音楽は好きになれない。ポップスの方が楽しく歌えると思ったと言います。それでも彼はマネージャーに説得されてオーディションに出かけました。しかしそれは後年の彼の人生を全て決定づける選択だったのです。スイスとの国境にあるフランスの城でたくさんのシンガーをオーディションしたんだとコージーは振り返ります。一人来ては歌い悪くはないなとか話しながら酒を飲んで食事をして、シンガーはジュネーブ空港から帰っていく。翌日また別のシンガーが来て同じことの繰り返しを2週間くらい続けている間、リッチーはずっとグラハムのことを言っていた。素晴らしい高音だとね。で実際に彼が来ることになったんだが、来てみるまで彼のルックスを誰も知らなかったから、短い髪にハワイアンシャツのグラハムが来た時には何かの間違いだと絶望したよ。ところがブルーズをプレイしてみたら、いやもうこれが信じられないくらいパワフルで、こいつはすごいと全員が思ったね。レインボーの音楽を好きになれないと思っていたグラハムの方も実際にバンドとプレイしてみたら気に入ったそうです。どんなに全力を出して大きな声で歌っても問題なかったし、バンドとプレイしてみたらすごく真剣な音楽だと分かった。楽しめそうだと思ったんだ。もっともすぐに問題は表面化してきたといいます。リッチーが振り返ってグラハムを語る時は決まって、あの時は混乱していて、とにかくレコードを完成させるために誰かシンガーを入れる必要があった。グラハムに決めたのは仕方なかったからなんだという表現になりますが、リッチーが言うにはグラハムを入れたいと最初に思ったのは私だが、実際に歌うのを聞いたら彼の声は細すぎると思った。ロジャーが大丈夫だというので諦めて彼を使ったんだが、ダウントゥーアースをレコーディングするのは大変だった。グラハムはいつも喉に問題を抱えていて文句ばかり言っていた。ロジャーはグラハムは声だけ残して他の全てを捨ててしまった方がいいと言っていたよと語っています。コージーもロジャーと一緒にレコーディングを始めると、グラハムを歌わせるのはすごく難しくて、問題はそこから始まった。グラハムは本気で歌いたい時にはすごいが非常にムラがあるんだ。だがあの頃の俺たちはシンガーを探して長いこと時間を無駄にしてきたから、毎日時計を見ながら早く作らなければと焦っていた。早くアルバムを出さないと世間の興味が失われると思ったのさという状況だったようです。しかしコージーはそんなグラハムに優しく接し、バンドに速くなれるためにさまざまな気遣いを見せ、グラハムはコージーとの関係を深めていきます。こうして新生レインボーは誕生しましたが、その合間に日本からの要請でコージーがソロアルバム
オーバーザトップをジャック・ブルース、ドン・エイリー、ゲイリー・ムーア、マックス・ミドルトン、バーニー・マース伝統を迎え制作していました。そしていよいよ勝負作ダウン・トゥ・アースがレコーディングされたのです。ロジャーの適切なアドバイスと前作の失敗の教訓がこのアルバムには反映されているといいます。思い切ったポップセンスの導入、ハードな中の明るさ、それらはこれまでのレインボーのイメージを一変させたのです。またこのタイトルはドンがこりゃいい、足がちについているといったところから付けられたとされています。今回のアルバムを象徴していたのがラスバラードの曲Since You've Been Goneで、今までにない完全なポップな要素を秘めたこの曲はアメリカでもトップ30に入る初のヒットとなったのです。全面とはいかないまでもコマーシャルという考えを押し出してみたんだ。新メンバーで気分を変えるためにもね。Since You've Been Goneは完全にコマーシャルを意識したね。ヒットすれば人は LP も買ってくれるからね。それに嬉しいのはヘビーメタルがイギリス全体に戻ってきたことだ。他のヘビーメタルバンドもこれを機会にどんどんチャートインしてくるよ。ヘビーメタルって世界で一番の音楽だと思うね。リッチーの言う通り、イギリスには若い世代によるヘビーメタルグループが続々と登場してきた時代でした。アイアンメイデン、サクソン、デフレパード、サムソン、タイガーズ・オブ・パンタン、プレイング・マンティスなど数知れぬ若者たちが一気にシーンに飛び出してきたのです。そして80年5月、満を持して3回目の来日を果たすのです。来日直前のインタビューでリッチーはレインボーで日本に2度行って日本のラジオ局のロック番組が少ないのに気がついたんだけど、これは逆にとってもいいことだと思ったよ。これが私が日本が好きな理由の一つになっているんだ。アメリカやイギリスでは完全にラジオで人々の頭を必然的にレコードを買わせるようなシステムになっているのさ。つまり裏を返せば日本のファンは自分の意思でレインボーを選択しているということになります。キャッチ・ザ・レインボーを十分な尺で演奏できるのは日本だからでしょう。伊藤清則さんによると、会場に足を運んでいる観客の年齢層がなんと15から16歳の新陳代謝が実にうまくいっていると感心させられたファン層だったと当日の会場の様子を語っています。多分以前のレインボーのコンサートを体験していないだろうファンたちは新生レインボーの演奏に酔い、そして狂気していました。リッチーの趣味だと推察できる地味編、ビートルズのナンバーが開演前に会場に流れ、それが一瞬ホルストの惑星組曲火星に変わると場内が暗転、静かにアイズ・オブ・ザ・ワールドのイントロが流れ始めたのです。やはりレインボーの本質は変わっていないのだと多くの人が歓喜したでしょう。コージーのカウントに誘われパーンと爆発する2発のマグネシウム。いきなりリッチーはステージに膝をつき右腕を上に突き出します。超満員の観客の歓声が自分に集まっている、この日本のファンに対する彼の嬉しさの表現です。ロンドン公演ではグラハム・ボネットに人気が集中し、リッチーがつむじを曲げたという事件があったといいますが、それは日本ではありえないことなのです。90% 以上がやはりリッチーを見に来ているのです。ラブズ・ノー・フレンド、Since You've Been Goneと続くコンサート。やはりグラハムは前評判通りの迫力で歌い、3オクターブという声質は見事です。当時日本人の間ではボーカルがやたら声がでかいという話題で持ちきりでした。さらに注目すべきはドン・エイリーのキーボードソロです。コロシアム2で培った演奏力はリッチーのギターソロと何ら遜色がありません。ロックバンドにおけるキーボードの重要性を決定づけたドン・エイリーの登場でした。常にメンバーチェンジの絶えないレインボーでしたが、今回ばかりはリッチーも全面的に信頼を寄せているようであると思わせました。あえてキーボードソロを長く演奏させているあたりにその辺の信頼感が伺われます。クライマックスはロスト・イン・ハリウッドです。リッチーと同等の歓声を浴びるコージー・パウエルのドラムソロ、そしてリッチーのうなるギター、レインボーの魅力が最大限に発揮される一瞬です。緊張感、そして劇的な演出、まさにレインボーの真骨頂でした。彼らは1時間20分という時間にハードロックが持ち得るありとあらゆる要素を叩き込んでいるのです。ここでこうしてほしいという聞き手側の要求を見事に彼らは具体化してくれたのです。伊藤さんはサービス精神旺盛のリッチーが PA の上によじ登りギターを壊すシーンなどはハードロック史上普遍的なスタイルと呼んでいい。観客全員が声を張り上げ歌うオールナイトロング、ロングリブロックンロール、このコンビネーション、
そして聞き手側のエネルギー、久しく忘れていた感動的なロックコンサートだった。と語っています。この日本公演のオフタイムでは彼らは以前とは違う動きを見せることになります。まずリッチーはぶらりと銀座の山の楽器を訪れ、ギターやベース、アンプ等手当たり次第に楽器を購入したといいます。ストラトキャスターがかなりの高額だった当時、地元で買った方がお得なのにと話題になりました。その中の一つ、25周年アニバーサリーのシルバーのストラトキャスターを気に入ったリッチーは山の楽器のスタッフに自らと同じスペックの改造を依頼。日本人スタッフはあっという間にネックの加工を仕上げ、来日中にリッチーのホテルに納品したそうです。リッチーは大変ご機嫌でスタッフの豆だらけの手を見て感謝の言葉を表し、ビールを勧めたという逸話があります。そしてそのストラトキャスターは実際に武道館公演で使用されます。またコージーはソロアルバムのプロモーションを兼ねてドラムスクールを開催します。会場に登場したコージーはドラムの教則本を片手に持ち、それをいきなりビリビリと破きます。要は自らのスピリットを信じて演奏を続けろということを伝えたかったようです。またこの頃からリッチーはバックステージの取材を許可しています。リッチーによってエレキギターの関心が高まっていた日本人にとって、リッチーのギターの写真を詳しく見ることは大変な価値があったことだと思います。現在では研究が進み、日本人の中にもリッチーのギターについて大変奥深い研究をされている方も一人存在します。ここでは大雑把に彼のギターについて解説します。まず彼は70年代のストラトキャスターを使います。指板を船の帆のように削り取るスキャロップド加工を施す。これが基本となります。また78年前後のステージからマスタートーンサーキットを仕込んでボリュームを絞り込んだ時の独特なトーンを手に入れています。さらにディープパープル第3期の後半から日本製アイワのオープンリールをギターにプラグインし、リレイサウンドとプリアンプとして使用しています。アンプはマーシャルメジャーで200ワットに増幅してあるということですが、何よりこのオープンリールのプリアンプがサウンドの要と言ってもいいと考えます。現在はこのオープンリールの基板を元にしたクローンが多数出回っていますが、ピュアオーディオに特化したこのオープンリールの優れた音質はなかなか再現できるものではありません。またオープンリールをスタートさせるときにニューと立ち上がる音が追いかけてくるところなどオンステージ等で確認できますが、リッチーサウンドのミステリアスな側面となっています。さらにリッチーはホームベース型のピックを使用し、ライブではムーブタウラス2を使用して重厚なベースサウンドを手に入れています。1980年の来日時は3本のギターを持ち込み、先に説明したように1本を日本で購入しています。この中の日本の白いギター1本は74年製、もう1本は77年製とされています。この74年製は76年にレインボーが初来日した時にリッチーが使用していたホワイトピックアップのものと同じ個体と思われますが、この白ピックガード、シェクターの F500 黒ピックアップ、黒のノブの組み合わせがこの後リッチーモデルとして日本人には広く馴染みを持つことになります。そしてこの時持ち込んだ77年の黒ピックガードの個体は90年代以降リッチーのメインギターとして昇格していき、現在まで使用される個体となります。この日本公演を成功させた彼らはヘビーメタル色を前面に押し出したレディングフェスティバルと並ぶヘビーメタルの祭典モンスターズ・オブ・ロックのヘッドライナーに選ばれました。そしてそれはレインボーの歴史の中でも一つのハイライトを形成していました。なぜならこのフェスティバルを最後にリッチーの片腕とも言うべきコージー・パウエルがレインボーを去ってしまうからです。この80年8月の第1回モンスターズ・オブ・ロック出演が決定した頃、コージーはセカンドソロ「ティルト」を制作。レインボー脱退後にはマイケル・シェンカーのバンドへの参加について検討、密かにセッションも行っていたのです。そしてモンスターズ終了とともにコージーは脱退するのです。今のレインボーの方針、つまりだんだんコマーシャルになっていくことに俺はうんざりさ。もうリッチーのワンマンぶりには耐えきれないんだ。特にシンス・ユー・ビーン・ゴーンは最悪だ。もっと純粋なロックンロールの熱さが欲しかったのにとコージーは語ります。そしてシンス・ユー・ビーン・ゴーンはヒットしたが、俺にはやってはいけないことに思えた。あのアルバムは成功を収めたがバンドはバラバラで、リッチーはポップなものを、俺はヘビーなものを目指していたし、グラハムは勝手なことをやって毎晩酔っ払って歌詞を忘れていた。彼はスターゲイザー等の歌詞を覚えられなくてね、悪夢だったよ。そして
リッチーはうんざりして観客に背を向けてプレイするようになり、俺に向かってプレイし続けるのならやめるぜと俺は言ったのさ。グラハムの問題についてはさらに、髪型と服装のことでリッチーはグラハムに文句を言い続け、衣装を捨ててしまったことまであったが、グラハムも強情に自分のスタイルを続け、その挙句酔っ払ってリッチーのガールフレンドを侮辱してしまった。言ってはいけないことを言ったんだ。それからどんどん悪くなっていったね。グラハムの声は良かったけど、いろいろな問題があった男だよ。と語っています。8月16日、フェスティバルは一転してコージーの送別会と化してしまいました。タッチ、ライオット、サクソン、エイプリルワイン、スコーピオンズ、ジューダス・プリーストが各々の演奏を終え、9時半に彼らは登場しました。マグネシウムが焚かれ、火花が打ち上げられ、レインボーは登場。そしてこの第5期ではセットリストの中に入っていなかったスターゲイザーが演奏されるのです。そしてそれはコージーのフェイバリットナンバーであり、つまり口下手なリッチーのコージーへの別れの選別だったのです。まさしくこの日の主役はコージーであったと言っても良いでしょう。コージーのソロの後、グラハムは3度彼の名前を絶叫します。80年の夏はこうして幾分の苦みを持って終わってしまうのです。そして第5期レインボーは儚く終焉を迎えました。この後もレインボーは84年まで続きますが、投稿主の個人的な感想では、これ以前とこれ以降ではレインボーは全く違うバンドとなっていきます。これでこのお話を終わります。この動画がなかなか良いと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきありがとうございました。